皆さんこんにちは、しおねるです。今日はここ新宿駅から長野県上高地へ旅に出ます。乗車するのは特急あずさ。中央線にはたくさんお世話になっているものの、あずさには一度、それも一駅分しか乗ったことがありません。以前気分でふらっと乗車したものの、満席で次の駅で降りることに。今回は存分に満喫したいと思います。中央線特急列車専用ホーム9番線から発車する特急あずさ1号に乗車します。凛々しく力強いお顔、存在感があってかっこいいです。ライトが垂直についているのも面白いですね。11号車の順で一番グリーン車は9号車です。外観は伝統の継承、未来への躍動がコンセプトだそうです。シンボルマークと窓枠が統一されているのもとてもおしゃれだなと思いました。黒く力強いお顔とは正反対に、側面は真っ白で清潔感とエレガントな感じがあります。こちらは南アルプスの雪景色をイメージしているそうです。そして紫色のラインはあずさの伝統カラー、あずさバイオレットが継承されているそうです。私は E351 系に乗ったことはないのですが、伝統が引き継がれているとやっぱり嬉しいです。車内は明るくて清潔感があります。一旦座って一段落。肘掛けにあるレバーを引いて座席を倒して出発準備完了。座席幅はこんな感じです。前の座席下にも足が入るので広々くつろげます。今日はというか、おそらくこの時期は連日座席は満席です。前の座席にコンセントがついていて、私の好きなドリンクホルダーがついています。背面テーブルは大きめで、パソコンも余裕で置けそうでした。それでは出発です。特急あずさは主に新宿から長野県松本駅を約3時間で結ぶ特急列車。特急あずさの名称は松本に流れるあずさ川にちなんでいるそうです。これから実際にあずさ川を見に行くので、それも楽しみです。松本行きです。途中立川、八王子、大月ください。グリーン車は9号車です。おはようございます。ご乗車ありがとうございます。特急あずさ1号松本行きです。担当車掌は JR 東日本松本統括センター柳です。内装コンセプトは南アルプスのあずさ川の清らかさ、そしてビジネスの機動性とレジャーの高揚感としているそうです。実際にこの日も観光客とビジネス利用客が半々くらい。座席の淡いブルーが落ち着いた爽やかな印象です。流れる川のようなモケットのデザインがとっても可愛い。あずさは都会から大自然へ変わりゆく景色を見れることも魅力の一つですが、窓がとても大きく、その景色を存分に味わうことができます。座席には信州を楽しむ旅のパンフレットがあり、インバウンドに対応して英語バージョンも用意されていました。ここでふと音が静かで揺れも少ないなと感じました。快適だから気づかないんですよね。それも素敵なポイントです。そして列車は八王子を抜け、一気に緑が多くなります。
迫力のある景色が続き、車窓から目が離せなくなります。こちらのフックはちょっと微妙な位置にありました。カーテンは簡単に自分の好きな位置で止められます。車窓を楽しみたいのであまりカーテンを閉めることはありませんが、たまに本気で目つぶしに来る光の光線には抗えず閉めることがあります。空調も頭上で調整できます。車内で出ましたゴミにつきましては、各デッキ備え付けのゴミ箱に持っていただきますよう合わせてお願いいたします。車内にお忘れ物なさいませ。今回ハイキングの時の熱中症対策で持ってきた干し梅。座席真ん中の肘掛けは開けることができます。9号車はグリーン車。荷物置きも設置されています。連結通路はまるで迷路。鏡の館にいるような感覚で、あれ？行き止まり？と思ったら右に進めました。個人的に感動したのがクッションのようなものが付けられていて、揺れる車内を歩く時にも守ってくれます。とっても素敵な配慮だなと思いました。デッキ部分は木目調の黒で暗くなりすぎず落ち着いた雰囲気。洗面所はこんな感じです。とっても綺麗ですし明るいので嬉しいです。多目的室とバリアフリートイレもあります。ホーム以前はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。そして男性トイレと共用トイレ。トイレの中には全身鏡もあって身だしなみチェックもバッチリ。あずさは車内販売がありました。車内販売って通った時に何を買うか悩んであんまり声をかけられないことって結構私はあるんですけど、何回も往復してくれるのでそんな心配も必要ありませんでした。この列車は特急あずさ。車内は結構冷房が効いていてちょっと寒いなと感じたのでカーディガンを羽織りました。あっという間にもうすぐ松本駅。びっくりしたのが約2時間45分の乗車時間だったのですが、長時間座っても腰が痛くなりませんでした。ちょうどいいふかふかの座席がとっても乗り心地が良かったです。特急あずさに乗って松本にやってきました。初松本。はい、このいつもとはちょっと違ってカジュアルめな、いつもカジュアルか、カジュアルめな格好なので、どこに行くでしょうか。おー、来た電車。篠ノ井線、長野、大江、大糸線、信濃大町、大江、中央線。
到着直前で直行バス取れるかと思ったらまさかの直前で売り切れちゃって競争に負けました。なので今から松本電鉄に乗ります。松本駅はガラス張りになっていて、目の前に大迫力の山々を見られます。 IC カードで乗車したので松本駅を1回出て券売機で新島島駅までの切符を買います。アルピコ交通上高地線は長野県松本駅から新島島駅までを結ぶアルピコ交通の鉄道路線です。アルピコ交通ってちょっと発音が可愛い名前で気に入っちゃいました。車体側面には大きくアルピコと書かれています。車内にはモニターが設置されており、停車駅なども分かりやすいです。そして空気清浄機がこれはダイレクトに置かれているのか初めて見たのでびっくりしました。浴衣キャンペーンなるものをやっていてトートバッグをいただきました。結構可愛いのでお買い物の時とか使いたいなと思います。松本駅から新島島駅まで約30分間乗車します。こちらの上高地線は途中松本大学もあり、多くの大学生や地元の方などが利用していました。とっても穏やかな和やかな雰囲気で乗っていてとても楽しかったです。新島島駅に到着後は併設されているバスターミナルで上高地行きのバスに乗り換えです。新島島です。お降りの際にはお忘れ物のございませんようお気をつけください。バスも同じくアルピコ交通なのでデザインが同じになっています。こんな感じのバスで定員になると次を待つしかないみたいなので事前に予約した方が良さそうです。これから上高地までバスで向かいます。そしてここからさらに1時間上高地に向けて進みます。上高地は通年マイカー規制となっているので途中のバスターミナルでマイカーで来た人たちが乗車してきます。はい、出発から約5時間でようやく上高地に到着しました。これから有名なかっぱ橋とかを見に行って軽装でも行けるルートだけに今日はします。今バスターミナルにいるんですけど、バスターミナルにはこの後ろにご飯屋さんとかあったりするので、ここでちょっとご飯を食べてからスタミナをつけていこうかなと思います。私は今回上高地の名物ということでそばおやきをいただきました。そばおやきそばおやきのかぼちゃを買いました。いただきます。暑い。めちゃめちゃ日が照ってきた。実は一回行こうとした時が雨で日付を変更したんですよ。そしたらこんなに晴れて嬉しい。
パン？結構水分が持っていかれる。クマ出るらしい。公衆トイレもあるのですが、こちらはチップ制となっていて、トイレの維持管理と上高地の自然環境保全に充てられるそうです。そして飲料水もありました。ここで水筒に水を汲んでいる人もいらっしゃいました。あ、そっちには行かない。今ここでかなり涼しいです。26度とか今。結構長袖着てても全然涼しい。めっちゃ綺麗。かっぱ橋に。こんな近いんだ。すぐ到着しました。うわ、水が。見てください、皆さん。なんか青とかっていう。わあ、こういうのなんて言うんだっけ、わかんないけど。白っぽい水色がすっごく綺麗。わあ。結構流れが速い。やっぱ夏の上高地ということで、人もめっちゃ多いです。結構、私も軽装の方だけど、スカートの人とかもいっぱいいる。うわー、うわ、すごい。みんなに見せよう。キラッキラ。こういう鳥がいるみたい。こんな感じでちゃんと合ってるかなって不安だったんですけど、案内も立ってるので多分間違えないんじゃないかなと。これはなんて言うんだろう、湿地帯っていうんですか。大丈夫？道案内あるから大丈夫ですって言ったけど、本当に大丈夫なのか不安になってきました。あれ？誰もいないな。この綺麗な川を横に自然の中を歩くのはとっても気持ちがいいです。たまにこんな感じで泥とかあるので滑らないように注意しながら。こんな感じ。どうですか？あ、危ない、ここ泥だ。キャー。こんなに楽しいなんて。これ伝わるかがすごい微妙なんですけど、めっちゃ綺麗で、もののけ姫とか絶対に神秘的な生き物がいます、ここに。階段もあるので気をつけないと。いる、そこにいるな。どこ？これってなんでこういう色なの？なんか温泉みたい。ここに一昨日クマが現れたみたいです。ぐじゅぐじゅ。結構団体客とか
カップルとかお友達とかが多くて、私は今一人で歩いてるんですけど、すれ違いざまにこんにちはって挨拶してくれる方がなんか結構いらっしゃって、ハイキングってそういうものなんですか？嬉しい。最終スポットの大正駅に到着。うわ、すごい。青空の下、雄大にそびえる山々と澄んだエメラルドグリーンの川、まさに絶景という言葉がぴったりの景色です。心も体も上高地の大自然に癒されます。途中立ち止まって観察などもしながら、結構早歩きで1時間半モデルルートを歩きました。サンダルで歩いている方も見かけたのですが、多分サンダルで歩くにはハードすぎると思います。帰りのバスは完全予約制、前日か朝に取っておくことをお勧めします。上高地の行き方としては新宿からの直行便のバスなどもあるのですが、私はあずさに乗りたいので、帰りも行きと同じく1時間バスに揺られ、新島島駅に向かいます。アルピコ交通イメージキャラクターの遠藤なぎさちゃんです。ローカル線に乗ると心が優しくなるのが好きです。こちらは井の頭線を走っていた3000系を改造した車体だそうです。一目でアルピコ交通とわかるデザインがとっても可愛くて素敵です。松本駅に戻ってきました。ここからまたあずさに乗って新宿駅まで帰りたいと思います。ドア1の表示があずさの車体になってて可愛いです。向かい側のホームには信濃がいました。このヘッドマークが好きなんですよね。電光掲示板はカラフルな色使い。あずさの色がこれはターコイズブルーっぽくてとってもおしゃれだなと思いました。避暑地で東京よりは涼しかったとはいえ、結構歩いて汗もかいて運動したのでやっぱり疲れてはいます。そこで冷製のコーンスープです。ほてった体に一気に流し込みます。改札内にはお土産屋さんもあって、そこでは信州で有名な山賊焼きなどのお弁当もあったので、次回はそれを食べてみたいなと思います。ご飯も食べ終えて、さすがに疲れて帰りは結構な時間寝てしまいました。上高地ってずっと行ってみたかったんですけど、やっぱりそれなりに歩いて疲れると思うので、こんなに快適な列車で行けて帰れてとっても素敵な旅の時間だなと思いました。帰りも同じく疲れた体を優しく包み込んで東京まで送り届けてくれるので、もうあずさに大感謝です。はい、ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら
高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。